ポケモンリーグの頂点に立った者だけが与えられる称号、チャンピオン。今回はチャンピオンの称号を与えられた伝説のトレーナーたちを紹介するぜ。ねえねえマリサ。なんだレイム。私気づいたの。ポケモンのチャンピオンって各地にいるじゃない？ああ、そうだな。つまり彼らはそれぞれの地方のチャンピオンだけど、世界最強ってことにはならないんじゃないかしら。まあ確かにそうだな。今こそ世界最強を決める時よ。別に決めなくてもいいだろ。私が知りたいのよ。気になって仕方ないの。そこまで言うなら仕方ないな。最強を決めるのは難しいから、今回は歴代チャンピオンの手持ちの、種族値平均を割り出してランキングで紹介してみようと思うぜ。わーい。強化後の手持ちは考慮してないから、その点はよろしくな。10位はアデクだ。エンディング前には戦えない唯一のチャンピオンだな。どういうこと？チャンピオンを倒してエンディングを迎えるんじゃないの？ブラックホワイトはちょっと特殊で、ラスボスがプラズマダンボスのゲーチスなんだ。だからエンディング後にポケモンリーグを制覇することになるぜ。へえ、そうだったのね。アーチェは一種地方で登場したポケモンたちの中でも、クロートが好みそうなポケモンで構成されてるぜ。渋い見た目とテーマソングにもマッチしてるな。癖のあるポケモンを使いこなせるトレーナーってかっこいいわよね。ああ、アデクは各地を放浪してて、あんまりチャンピオンっぽくないんだけど、かつての相棒ポケモンを亡くした過去から命や強さは不変ではないことを知り、大切なことを広めてたんだ。強さに傾倒したチェレンを救ったのが印象的だな。9位は初代のライバル、グリーンだ。BGM とピジョットの鳴き声の一体感がすごいよな。もっと上位に来る印象があったわ。初代は600族が海流しかいないし、メガ進化もないからな。種族値勝負だとどうしても不利になっちゃうよな。実力としてはどうだったの？技を3つしか覚えさせてないなし。睨みつける、尻尾を振る両採用のサイドン。メインウェポンがヒノコのウィンディと、ネタ要素は尽きないぜ。使ってるポケモンたちは強そうなのに、フーディンと御三家はかなり強いんだぜ。初代のエスパータイプは最強タイプだしな。ってことでグリーンの紹介だったぜ。8位はククイ博士だ。博士がチャンピオンなんて珍しい気がするわ。そうだな。しかもアローラ地方にはもともとポケモンリーグがなくて創設まで博士が行ってるんだ。リーグ創設、ポケモン博士、チャンピオンに携わるなんてめちゃくちゃ忙しそうね。博士の回想によると、関東ポケモンリーグのドラゴン使いと戦ったらしくて、勝ったかどうかはわからないんだけど、少なくとも渡るにたどり着くまでの実力はあるんだ。実際のバトルはどうなの？先発のルガルガンがステルスロックをまくっていう割とガチな戦い方をするぜ。使用する御三家はハウが選ばなかった残りの1匹なのも熱いよな。裸に白衣だしオラオラ系かと思いきや、かなりの戦巧者なのね。7位はダイゴだ。メガメタグロスが平均を引き上げてるのね。対戦環境でメタグロスと同様、よく使われるエアームドの種族値が一番低いのは面白いな。ダイゴはどんな性格のトレーナーなのかしら？デボンコーポレーションっていう大企業の社長の息子で珍しい石が好きなんだ。かなりの自信家で、結局僕が一番強くてすごいんだよね。ってセリフは有名だな。オメガル B アルファサファイアでは強化ダイゴを倒すと、結局君が一番強くてすごいんだね。って言ってくれたりもするぜ。有名なセリフがリメイクでも大切にされてるのは嬉しいわね。アーチ全体としては、それぞれのポケモンが鋼、岩、地面タイプのうち一つを所持していて、砂嵐のダメージが食らわないパーティになってるんだ。このあたりは石好きの性格がよく出てると思うぜ。6位はシロナだ。シロナの戦闘曲もミカルゲの鳴き声まで含めて BGM と捉えてる人が多そうだな。言わずと知れた神曲よね。シロナが6位なのも意外だわ。シロナは歴代でも最強クラスのチャンピオンだからな。当時弱点がなかったミカルゲから始まり、技範囲の広いルカリオ、そして600族のオーガブリアスを切り札にしていて隙がないんだぜ。やっぱりシロナといえばガブリアスよね。シロナは初の女性チャンピオンでもあるんだぜ。一見クールビューティだけど、私生活はズボラで片付けが苦手だったり、キャラとしての魅力も豊富なんだぜ。ギャップ萌えってやつかしら。5位はダンデだ。平均種族値はダイマックス抜きで計算してるぜ。ガラル地方のチャンピオンだわ。決め台詞がかっこいいのよね。そうだな。手持ちポケモンの御三家は、主人公とホップが選ばなかった一匹で、あの時のポケモンが、ってなった人も多いと思うんだぜ。クイ博士と同じパターン。ダンデは10歳でチャンピオンになって以来、無敗記録を更新し続けるトレーナーで、リザードンを相棒にしていることから、本編を殿堂入りしたプレイヤーが辿るような道を歩んでるんだぜ。言われてみれば確かに。
悪の組織がガラル地方にないのは、ダンテが昔成敗したからかもしれないな。4位はカルネだ。カロス地方の大女優だな。チャンピオンと女優の両立は大変そうだわ。ストーリー上の絡みは少ないし、そうかもしれないな。手持ちポケモンはどうかしら。女性チャンピオンつながりからか、実はシロナと手持ちは似てたりするんだ。どこら辺が？飛行、格闘、ドラゴン、ゴーストっていうタイプはシロナのパーティにも含まれてて、6世代から新たに追加された600族のヌメルゴンは、ガブリアスの対になってるんだぜ。ちょっとこじつけ感もあるけどな。全然気づかなかったわ。でもシロナは黒いコーディネート、カルネは白を基調にしてるあたりも、対比的と言えなくはないわね。ストーリークリア後は切り札であるサーナイトの進化前、ラルトスを交換してくれるぜ。サーナイトのメガストーンを持っているほか、性格は控えめで素早さと特攻の個体値が、マックスだからお世話になった人も多いんじゃないかと思うぜ。3位はブラックホワイト2のチャンピオン、アイリスだ。確かブラックホワイトではジムリーダーでアニメにも出てたわよね。ああ、ホワイトだけそういうジムのジムリーダーとして登場するぜ。ドラゴンタイプのジムリーダーだった名残か、手持ちはドラゴンと怪獣がほとんどだ。かっこいいポケモンが好きなのね。先発は第5世代の顔とも言えるサザンドラ。そして切り札はオノノクスなんだけど、このオノノクスがなかなかエグいんだ。そうなの？サザンドラの方が強そうだけど、オノノクスは技構成がそのままレート戦で使えるぐらいガチな上に、気合のタスキ持ちだから行動回数も保証されてるんだ。竜の前で攻撃と素早さが上がったオノノクスに苦戦した人は多いだろうな。オノノクスだけアイテムを持っているのね。しかもアイリスは回復の薬を使うからしっかりタスキを使わせないと、タスキの効果が復活するっていう罠もあるんだぜ。チャンピオンだから回復薬は使うと思ってたけどタスキとのコンボはエグいわ。ちなみにアイリス戦の曲もシリーズで1、2を争うぐらい人気なんだ。確かにいい曲よね。ブラックホワイト2はポケモンと人間の関係をテーマにしてて、全体的に暗い雰囲気なんだけど、一番強いのは純粋にポケモンが大好きなアイリスっていうのが心に響くんだぜ。アイリスを象徴するような明るい楽曲は、これからの冒険が楽しいものになることを、予兆してるみたいでなんだかワクワクするよな。2位は N だな。ブラックホワイトの新チャンピオンだ。ちょっと待って。ブラックホワイトのチャンピオンってアデクじゃなかったっけ？ちょっと悩んだんだけどな。N はチャンピオンのアデクを倒してるし、いいかなって。それにしても平均種族値551ってめちゃくちゃ高いわよね。対戦用のパーティを組んでもこの数値に届かないことはあるだろうな。まあ N の手持ちには伝説が入っているしな。ゼクロムかレシラムが戦闘なのよね。こっちの伝説よりもレベルが2高いから、高校でクロスサンダーやクロスフレームを打つことができるんだぜ。レベル差で不利に見えちゃったわ。そして N 戦の曲もアイリス戦同様めちゃくちゃ評価が高いんだ。へえ、それはどうしてなの？ N は数学の天才なんだけど、それにちなんで素数をテーマにした曲だからだ。素数で曲を作るってどういうこと？ある音を例として、その音を基準に音を素数分上げたり下げたりしてるんだ。曲全体は素数の83小節で終わるようになってるんだぜ。すごい作り込みね。つかみどころのない N を表すような神秘的な曲調なんだけど、こういう裏設定を知るとずっと聴いていたくなるよな。ってことで次はいよいよ1位だぜ。1位は渡るだぜ。メガ進化、伝説なしで平均種族値564は圧倒的ね。600族の海竜3体が大きく平均を引き上げてるぜ。それに残りの3体も高種族値だからな。海竜が3体もいたら当時のプレイヤーは苦戦したんじゃないかしら。いや、そうでもないはずだ。特にリメイク前の金銀の渡るはチャンピオンとして弱い方だと思うぞ。なんで？金銀の小金百貨店では技マシンが買えるんだけど、3000円で売ってる冷凍パンチを使えば難なく倒せるんだ。覚えるポケモンも多いし、ワニの子を選んだ人はオーダイルに覚えさせてたんじゃないかな。そんなところに攻略のヒントがあったのね。ああ、小金式は茜のミルタンクが強くて詰まるポイントでもあるし、デパートを探索した人も多いだろうしな。渡るは人物としてはどうだったのかしら。ロケット団員に破壊光線を打ったのが一番有名だな。他にも初代では覚えることができないバリアーを海流に覚えさせたり、第2世代では習得できない岩なだれを覚えたクテラの使用。本来55レベルで進化する海流の低レベル進化と、ネタ要素満載なのが渡るというチャンピオンだ。ここまで来ると一周回って面白いわね。一応クテラは赤緑と交換すれば技マシンで岩なだれを覚えさせられるんだけどな。ストーリーを通して、ロケット団に立ち向かう主人公と共闘するところから、正義感の強いキャラを想像するだけに、余計ギャップが目立つんだぜ。
今回は歴代のチャンピオンを見てきたけど、霊夢どうだった？やっぱりチャンピオンともなると種族値の合計は高いわね。あと、みんな BGM がかっこよかったわ。そうだな。コメント欄では印象に残ってる曲とか、好きなチャンピオンを書いていってくれると嬉しいぜ。懐かしい気持ちになった人は高評価、チャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。